こんにちは、みゆです。今回はマレーシアのクアラルンプールに来てます。今日はこのマレーシアからバスで 2,3 時間移動して街全体が世界遺産の古都マラッカに行きます。で、今まだ外が暗いんですけど、実は今日が明ける前の6時半くらい。これから TBS っていうバスターミナルに電車で向かって、そこから 2,3 時間のバスでマラッカに移動します。今実は泊まっているホテルからケールタワーっていうものが見えてて、まだ夜なのですごい綺麗に光ってくれてます。無事にバスのチケットとコーヒーを買うことができたので、今からゲートに向かいます。地下の2番ゲートだよって教えてくれたんですが、なんかそれっぽいところがあったんで、マラッカセントラルっていうバスターミナルに着きました。ここからマラッカの市街地中心地までローカルバスが出てるんですけど、なんかあんまり数がないみたいなのでちょっと探してみて、見つからなかったらグラブで行こうと思います。バス停っぽいところは見つけて17番のバスに乗ればいいみたいなんですけど、1時間に1本しかバスがなくて、しかもそのどの出口っていうか番号かも分かんなくて、いろいろ定かではなくて、このまま1時間くらい待つのも嫌なので、これからグラブっていう、ウーバータクシーみたいなものに乗ってシティセントラルの方に行きます。マラッカの中心地の方に着きました。まずはチャイナタウン、後ろにあるジョンカーストリートとか中国人とかを回っていきます。
流れる川のところまで歩いてきました。チャイナタウンの観光はこの辺で終わりで、これからこの川の上にあるこの橋を渡って向こうの岸に行って、オランダ広場とか教会の方を観光していきます。さっきのオランダ広場の近くの川沿いを歩いてます。あそこから歩いて3分くらいのところにセント・フランシス・ザビエル教会っていうのがあって、歴史の教科書に出てくるこのポーズで有名なフランシスコ・ザビエルさんですねの教会があって、なんでザビエルの像と、あとザビエルにあった日本人の像があるみたいです。What is this? Dodol. Ya, sim dodol.今マラッカタワーの前にいます。でここに人が座ってて、これがそのタワーのこの軸の周りをくるって回ってるなんか箱というか入れ物というかで、それでこれがこのまんま360度回りながら一番上のてっぺんまで上がって、どこに座ってても360度マラッカを見れるよっていうような仕組みになってるみたいです。マラッカタワーせっかくなんで登ってもいいんですけど、今日ちょっと曇りであんまり景色が綺麗じゃないっぽいんで、今日はちょっとやめときますで今からマラッカで有名な水上モスクに行きます。中心の観光地からは若干遠くて歩いて2、30分くらいなんですけど、今日はあんまり日差しが強くないので、このまま街並みを見ながら歩いて向かいます。
うすぐモスクに着きそうです。昨日おとといあんまり歩いてなかったんで、今日は3、40分くらい歩こうと思って、私歩くの好きなんで歩くことにしたんですけど、めっちゃ日が途中から照り始めて、あまり日陰とかなかったり、あとお店がこういう風にシャッター閉まってたりして、歩くことにしたのを後悔してますんで、皆さんはだいたい川からモスクまでが6、7リンギット、200円くらいで行けるんで、グラブを使ったらいいんじゃないかと思います。そこで借りてきました今水上モスクの上にいます。モスクがこのようになんかデッキなんていうの、テラスみたいなのに囲まれてるので、そこから海を見ることができます。あっちから通ってきて、この辺に来るといい感じに水とモスクが一緒に見ることができます。で、夜ここがライトアップされてすっごい綺麗みたいなので、ちょっとクアラルンプールから日帰りの場合は時間的に難しいかもしれないんですけど、ラッカに1泊できる場合はぜひ夜にここに来てみてください。じゃあこれをさっきのエントランスで返してから、今度こそグラブを使ってまたマラッカの中心地の方に戻っていきます。さっき来たセントフランシス・ザビエル教会の近くに来ました。で、この近くに川があって、マラッカの見どころの一つは川だと思うので、この川沿いを歩いていこうと思います。クアラルンプールから来るときに使ったマラッカセントラルのバスターミナルに着きました。これからクアラルンプール行きのバスのチケットを買ってクアラルンプールに帰っていきます。